ハロー YouTube。今日はですね、ザ・ルーツからスティーブ・コールマンのアドリブフレーズ、こちらについてシェア発表しようと思います。はい、ということでね、今日の動画っていうのはね、ほんまにもう私の趣味に全振りした動画になってくるんですけども、なんか、ちょっと機会があれば、ちょいちょいずっと言ってた、ザ・ルーツっていうね、バンドがあるんですよ。ヒップホップのね、バンドなんですけど、私もそれ、もう死ぬほど好きなんですよ、マジで。で、来るんですよね、ルーツが。8月に。もちろんそれ行くんですけど、でもそれちょっとこうもう気持ちがぐわーって盛り上がってるんです。で、そういえばってふと思い出して、ザ・ルーツのね、Do You Want More っていうアルバムの中の Essay Woman っていう曲があるんですけど、タイトルがあるんですけど、これ、ルーツの、代表曲とかでも全然ないんですよ。なんか、そうでもないんですけど、そこの中で吹いてるスティーブ・コールマン、ね、サックスのスティーブ・コールマン、フレーズが超クールで、私も、コピーとかもね、結構したんですけども、それをね、ちょっとね、今日はね、シェア発表しようかなということでございますね。どうですかね。ルーツ好きって言ってる方がもうこのチャンネルにどんだけいるのかって、もうすごい謎なんですけど、だってヒップホップですもんね。ヒップホップって言ったってちょっと、よくあるヒップホップと若干系統は違う気がして、ちょっと生演奏っぽい感じで、で、やっぱちょっとジャズっぽい部分もあるんですよね。だからヒップホップとジャズの融合みたいな、だいぶ、ヒップホップに寄ってるんですけど、そういったバンドなんですけども、そのスティーブ・コールマンのね、Essay Woman っていうところの曲の中で吹いている、フレーズを、今回はね、シェア発表しようかなということでございますね。どういうフレーズをまず紹介していくかっていうと、ラップなんですよね。ラップがあって、それラップとサックスの掛け合いなんですよ。っていう、そういう感じなんですよね。ほんまめっちゃかっこいいんで、ちょっと概要欄に曲の URL 貼っとくんで、ちょっと聞いてほしいなっていう感じなんですけれども、めっちゃかっこいいって言ってニヤニヤしてるだけなんですけど、そういったところをね、ちょっとご覧いただければなと、思います。それでは、GO! はい、では、早速参りましょう。The Roots のね、中から、Essay Woman っていう曲の、スティーブ・コールマンのやってるフレーズ。こちらをね、ちょっともう、全部素晴らしいんですけど、3つだけちょっとピックアップして、いこうかなと思います。ではね、まず1つ目。音源の2分48秒のところの、フレーズをね、ちょっと取り上げてみましょう。じゃあ、いきまーす。もう一回いきましょうか。はい、ラップとサックスの、掛け合いの部分なんですけど、基本的にもうこの曲、スティーブ・コールマンがやってる、アドリブの使ってるスケールっていうのは、a マイナーの、ブルーノートスケールみたいな感じですね。そこはもう、これから紹介する3つのフレーズ全部共通して言えるんですけど、何が、めちゃくちゃかっこいいかって言ったら、それはね、もちろんね、a マイナーの、ブルーノートスケールの、フレージングみたいなところ、確かに、かっこいいんですけど、これね、リズムなんですよね、リズム。リズムっていうか、ニュアンスがめっちゃかっこいいんですよ。で、どこを強調するかとか、どこを抜くかみたいなところが、こういうのを聞いて、研究するのがいいと思うんですよね。ということで、ちょっとこういう感じでね、書いてみました。もうね、もう結構何回も言ってるんですけど、基本的に、もうそういう、こういう曲、なんていうかな、クラシックはちょっとよく私はわからないんですけど、ジャズとかポップスとか、もう今回もヒップホップですけど、もうそっち側のやつは、タンキングしないとダメなんですよ。タンキングしてない、しない人って言えるんですけど、タンキングは絶対しないといけなくて、アクセントついてるんですけど、アクセントはちょっとより強く、下のアタックを、きつくしてね、強調させるっていうね、感じですね。
ないかくらいのね、感じで吹いてるんですよ。こういうところをね、きちんとね、耳の穴かっぽじってね、よく聞くっていうことがまず大事ですね。ちょっとゆっくり再生してみますね。聞き取れましたか？ここまで細かいニュアンスまで聞き取るのが重要。みんなフレーズに聞い取られすぎなんですよ。こういうニュアンスみたいなのってどこから学べばいいのって言っても、これはねもう聞くしかない。もう何回も言ってるけど聞くしかないんですよ。もうこれでセンスをこう磨いていくみたいなところがあるんですけど、まあセンスを磨くって言ったらそんなセンスなんてって思うかもしれないですけど、まあでもね別にこう何回か聞いてったら大体こうかなみたいな感じつかめていくと思うんで、ちょっとちょっとねこんな感じでね聞いてみてください。ということでフレーズ2個目2分59秒のところから、フレーズはこんな感じです。いきます。もう一回言います。はい、どうですか？めっちゃかっこよくないですか？ここでねみんな大好きハーフタンギングが出てきますね。銅のところがね、やっぱね、ここ書いてるんですけども、ハーフタンギングなんですね。ね、いつも通りこう、カッコっていうのが、タンギングしない音で、一応丸につけ、やってるのが、タンギングする音なんですけど、それに加えてアクセントもね、しっかりしてほしいんですけど、アドリブって、結構私持論っていうか、なんですけど、タイプ的にちょっとね、3つくらいに分かれるってると思うんですよ。3つくらいか3つね、なんかリズミックな、じゃあアドリブなのか、メロディックなアドリブなのか、ハーモニックなアドリブなのか、みたいな、感じだと思うんですけど、これ結構、ジャンルとかに分かれたりすると思うんですよね。なんか、ハーモニックとかって結構、ビバップの、ジャズとか、ね、多いと思うんですけど、メロディックだったら、なんていうかな、ちょっとフュージョンっぽい感じの、アドリブとかね、多いと思うんですけど、今回のね、もうヒップホップのアドリブなんていうのはね、やっぱりリズミックなわけですね。で、この、リズミックなアドリブの時に、ハーフタンギングって結構使われてると思うんですよね。ハーフタンギングを練習することって結構、いろいろな、メリットがあると思うんですけど、ストレートにこう、活用できてる場面って、こういうところなのかなって思いますね。で、あと、この、このね、そうあるじゃないですか。これもうなってるかなってないかくらいの感じで吹くのが理想ですよね。多分ね、こういう細かいなってるかなってないかわからんみたいなやつでちょっとリズムを取ってる節あると思うんですよね。そういうことですね。ちょっとこういうところまできちんとね、耳こびをするのがオタクの音楽の聴き方ですよね。もう一回ちょっとゆっくりね、スロー再生でちょっと聞いてみましょうかね。いきまーす。ね、ちょっとやってるでしょ。ね。で、あとはもう、アクセントとちっちゃい音のこのコントラストみたいなんで、こういうのはね、ちょっとね、グルーヴを出していくっていうのはね、ちょっと大事かなということでね。じゃあ、3つ目のフレーズに行きましょう。3分24秒のところから、フレーズはこんな感じですね。で、ちょっと再生してみますね。はい。これもね、A マイナーのブルーノートスケールでやってるんですけど、っていうフレーズなんですけど、さっきまで言ってる、ちっちゃい音とか強調する音みたいなのが、どうっていう話じゃなくて、最後の部分、これが、一応譜面ではこういう風に起こしましたけど、絶妙にこのリズムではないんですよね。なんて言っていいんかな。やっぱこの、若干ずれてるんですよね、ちょっと。そういうのあるじゃないですか。わーって。でも、最後の、そうのところで、バチって合うのが、
っこいいというね。まあこういう、なんか、そういう、なんかもう、譜面通りにいかんみたいなところの、もうかっこよさみたいな、まあ、これがやっぱね、ちょっとね、こういう音楽の、まあ、旨味やと思うんですよね。こういう旨味を、ちょっと聞くのがね、まあちょっと、なんていうんですかね。まあ、まあ、オタク心ですよね。ということで、今回はね、スティーブ・コールマンの、フレーズを、3つね、取り上げてみました。かなり、ちょっとマニアックな題材でしたが。まあね、全部 A マイナーのブルーノートスケール使ってるんで、こういうフレーズとかあるんだとか、あと、なんかやっぱりね、ニュアンスを掴むっていうかね、どこをアクセントするかとか、どこを弱い音で吹くかとか、そういうコントラストがちょっと難しいな、みたいな人は、まあ、こういう、今回はね、リズミックな、アドリブのフレーズだと思うんで、こういうのを元に、いろいろね、試していくといいんじゃないかなって思いますね。そういう感じで、ちょっと終わります。はい。ということで。はい、いかがでしたでしょうか。まあでもね、あれなんですよね。私は、ルーツって何が好きかって、このドラマのクエストラブっていう人おるんですけど、ドラマの中で一番好きなんですよ。私よく動画の中で、他の動画の中で、なんか、音楽は引き算とか言って、なんか、言ってるじゃないですか。なんか、音数多かったら、なんか、ちょっと、しんどいみたいな。なんか、しんどいっていうか、それ言い過ぎですけど、それってね、ルーツのクエストラムの、このドラムの、ところから、めちゃくちゃ、感じてるんですよ。ほんまに、なんか、みたいな、もう、ほんま、最低限しか叩かないんですよ。でも、えげつないグルーヴを出すんですね。まあ、そうね、サックスのね、チャンネルなんで、ドラムがめっちゃかっこいいって言ったところで、それは皆様に響くかどうかわからないですけれども、今日は、まあ、なんか、はい、自分の自己満動画、まあ、大体シズチャンネルって、まあ、自己満動画なんですけれども、もうちょっとね、次回からまたチャーリー・パーカーとかなんかやってみましょうかね。はい、ということで、今日はこれで終わりです。この動画が、面白い、役に立ったと思っていただいた方は、高評価を、チャンネル登録もよろしくね。